こんにちは、シェイどうも、山桃です。本日はですね、ちょっといつもと違う感じのお話でもしようかなと思います。タイトルにもありますように、私が約20年間、22年とか23年とか悩み続けてたコンプレックスを克服した方法みたいなのをね、お話ししていきます。そんな長年私が何のねコンプレックスで悩んでたかと言いますと、爪を噛む癖でございます。構想症とも言われたりするんやけど、もう無意識のうちに爪を噛んでしまうっていう癖が抜けなくて本当にずっと悩んどってやっとね克服した。克服完全には実はしきれてなくって、今日はそのお話もしていくんやけど、このコンプレックスについての動画を過去に出してるんやけど、またそっからねちょっといろいろと話したいなって思ったことがあったので、また改めてこうやってねちょっと動画に撮っております。もうみんなコンプレックスの1つや2つ3つ4つ持ってると思うんやけど、本当に私もね結構コンプレックスの塊というか、うわこれ嫌やな、やっぱこれも嫌やなっていうことがね結構ありますって。その中の一つがこの爪を噛む癖。これが本当にもうめちゃめちゃ嫌やって、今はねちょっとこんな感じでネイルしてるんですけれども、ちょっと一回オフするわ。私がねこのコンプレックスを克服してからというかね、爪を噛まなくなってからだいたい2年ちょいが経ちました。私今25なんやけど、23歳の冬ぐらいに噛むのをやめようと思って、もう本当にめちゃめちゃ爪を噛まないように意識して、爪のねちょっとピンクの部分かなとかも伸びてきました。自分の爪を見られるのが本当に嫌なぐらいもう爪が短かったし、不格好な爪というかで、その時と比べるともうはるかに見違えるぐらいまでにはなりました。はい、ネイルオフしました。現在爪はねこんな感じです。前までは爪がもう皮膚よりもね下の部分にあるぐらい短かったよね。ちょっとずつこのピンク色の部分っていうのかな、これが増えてきてる、伸びてきてるっていう現状でございます。私過去の爪どれぐらい短かったんやっていう写真をねお見せできたら一番いいんやけど、もう本当に自分の爪が嫌でどうにか写真とかにも爪が写らないようにとか、自分で爪の写真撮るなんてもう論外やったし、できるだけ爪の短さがわからないようにバレないようにみたいな、自分の爪がね写真とかに残るのが本当に嫌で写らないようにしてましたので、もうね写真がないんですよね。その中でも拡大したらわずかに見えるかなぐらいの写真をピックアップしてきました。どう見えるかなこれ。ほんまに拡大して見ると確かに短いかなぐらいしか見えへんかもしれへんねんけど、このさピンクの上に爪の白い部分があるやんか、これがもう全くないような状態でございました。でそもそもなんで爪を噛む癖がついてしまったのかっていうと、私にも分からへんのよね。何かこう精神的に病んでたみたいなこととかも私そんなないし、そんなもう精神的に病むとかっていう概念がないぐらいの多分ね年の頃から噛んでたんよ、爪を。本当にもう 2,3 歳とかなんかな。その頃から本当にもうずっとね20歳23歳ぐらいまで爪を噛んでたから、ちっちゃい時からの癖がもう大人になってもずっと続いてたっていう、そういう感じだったと思うのね。寂しかったりしたら爪噛んじゃうとか、そういう説もあるけど、ただ単にこう癖がずっと続いてしまって、爪噛み癖がね抜けないっていうパターンもね多いらしいので、そこはねちょっと心理的な話とか私は分からへんねんけど、そんなわけでこう長年爪を噛んどったのをどうやって克服したかと言いますと、ネイルをし始めました。大学行っとって卒業して、就職して正社員として働いてた会社、そこではねちょっとネイルができなかったので、新社会人として働き始めた23歳、その冬ぐらいに、人間関係というか結構いろいろあって仕事を辞めることになりまして、仕事を辞めた時ニートですよね。ニート期間がございますね。私ニートになったんやからネイルしようと思ってネイルを始めました。でもその時も爪が短いからネイルができる状態じゃなかったよね。塗ってももう不格好やし、ネイル塗ることにも慣れてないからガッタガタやし、余計自分の爪が見るのが嫌になるぐらいネイルを塗ってもよろしくない見た目をしていた。なので私はねつけ爪を買いました。ロフトとかさ化粧品とかが売ってるような雑貨屋さんとかに行くとつけ爪とか売ってるんやけど、そのつけ爪を買ってきて100均とかに売ってるようなつけ爪の接着シールみたいな、つけ爪をつけるシールみたいなのを買ってきて、それでねちょっと
と長い爪を楽しんだんよ。もちろんその時はね、地爪の上につけ爪を貼っつけてるわけやから、噛んだりっていう衝動とかはなかったわけよ。つけ爪を楽しんだのも言ってそんな長い期間じゃないんやけど、2週間3週間ぐらいかな、爪を噛まんようになったわけよ。つけ爪もやっぱりお風呂とか入ったりすると取れたりするから、もう100均とかのね、本当にもうコスパいいようなシールをもう毎日毎日貼り替えるみたいな感じでつけ爪を楽しんで、そうするとね、地爪が少しずつ伸びてって3週間ぐらい経ってからとかやったかな、つけ爪をやめて自分でネイルを塗るようになりました。爪の上に何かが乗ってる感じがしてるから、爪を噛む衝動がどんどんなくなってきたわけよ。爪を噛むことをやめるモチベーションにつながったのが、ネイル塗って指先からおしゃれするっていうことやったよね。でもネイルを塗ってもやっぱり爪を噛んでしまう時とかもあったわけよ。徐々に爪を噛む頻度が減っていって、今ではもう本当にね、ほぼ噛まなくなりました。そう、ほぼなんよね。完全に克服できたとは言われへんくって、こうやってネイルをオフしたタイミングで無意識のうちに噛んじゃってる時とかがあって、実はね、この前噛んでしまったんよ、爪を。今ね、ちょっと伸ばしてる段階で、小指とかね、この薬指、ちょっと伸びてきたかなって感じなんやけど、ね、短くなってしまいました。自分の中では、克服できたかもって思っても、無意識のうちにね、ほんと怖いんよね、これが。本当に自分でも抑えられない時があるわけよ、なんかこの癖って。分かってるんよね。分かってるんやけど、どうしてもやめられへんっていう、そういうのって皆様経験したことないですか？自分の気持ちとは裏腹に、もう気づいたらこう行動しちゃってるんよね。ずっと長年、ほんまに悩み続けとって、これで。綺麗にしたい、もう絶対噛まんって思ってるのに、気づいたら噛んでしまってまた自己嫌悪っていう、このもう一生ループやったわけよ。もう次は絶対噛まん。私今噛んでんのみたいな。それでもう本当にね、やめれなくて号泣してた日もあるし、もうなんでやめれないんだと、どうしてなんだとひたすらに思ってました。でもね、なんかふとした瞬間にね、治る時ってあると思うよね。私はこう、そうよね、仕事を辞めて、ニートの期間でネイルができるようになった環境っていうのと、ニートやから人と会ってない環境みたいな。だからいくらこう爪が不格好でも人に見られることがないからと思って、私はね、塗ってました。学生さんとか普通に会社通ってる方とか、やっぱり指って人に見られちゃうから、自分の短い爪にね、ネイル塗るの恥ずかしいと思ってできなかったりとか、そもそも学校がね、ネイルダメやったら無理やし、そういう環境に置かれてる中でどう対処したらいいのかっていうのを、ちょっとね、いろいろ私が過去にやったことある方法とか、いろいろネットで調べた情報とかをお話ししていきます。まずネイルが塗れないような環境だったり、学生さんはほんとネイル塗ってるってわからん苦いマニキュアみたいなのが売ってるらしいよね。私はこれを試したことはないんやけど、爪を噛んだ時にうわ苦ってなったら、多分ね、無意識にこう拒否反応みたいなのが出てくると思うから、これはね、ちょっと試してみる手はあるんじゃないかなと思います。2つ目はハンドクリームを塗りたくる。ハンドクリームもさ、言ったら口に入れたらうわ逃げってなるから、私はね、ハンドクリームめちゃめちゃ塗ってました。爪を噛まないようにと思って。やっぱハンドクリーム塗ってる間は噛もうと思わなかったから、ハンドクリームを塗る作戦はありやと思う。そして3つ目、指先に絆創膏を巻いておく。似たような方法で手袋をはめておくっていう方法もあるみたいなんやけど、私はね、この絆創膏戦法をやっておりました。でもこれね、ちょっとデメリットがございまして、絆創膏の消費量が半端ない。なんせ10本使うからね、1回で。やっぱり定期的にね、買えるもんやから、絆創膏って。絆創膏の消費量がえげつないです、これは。ってなると、やっぱり手袋してるとかの方がコスパはいいのかなって思ってます。でもやっぱりね、こうやって指先をね、こう爪先をコーティングしてると、噛もうと思っても噛めないから、物理的にこう防御するっていう方法はめちゃめちゃありやと思います。もしネイルができる環境なんやったら、やっぱりネイルを塗ったりするとか、あとはジェルネイルをするのは本当におすすめです。私もジェルネイルはちょっと爪が伸びてきたぐらいの段階で早々に行きました。短かったら長さを出してくれる、つけ爪みたいなもんなんかな、ちょっと長さを出してくれるようなネイルもしてくれるので、ジェルネイルってね、本当に上に分厚いなんか乗せてるみたいな感覚やから、もうほんまに噛まれへんのよね。だからジェルネイルっていう手は本当にめちゃめちゃありやと思います。でもね、やっぱり指先を人に見せるのってめちゃめちゃ抵抗あると思うよ。私も絶対見せたくなかったから、だからちょっと育成した後に行ったから、このジェルネイル行くっていうのもね、多分めちゃめちゃハードルが高いと思うよね。やったら
らジェルネイルも自分でやっちゃう。一色だけでこう塗るとかやったら本当に簡単にできると思うので、ジェルネイルをしてあげて指先をね保護するっていう意味でやってあげるのはめちゃめちゃおすすめです。これもね一つの手かなっていう方法があって、家族でもいいし友達でもいいから、この悩みを打ち明けて協力してもらうっていうね、これも一つの手だなと思います。爪を噛んでしまうっていう癖がすごい恥ずかしかったし、誰にも知られたくないっていうような悩みやったから、周りの子とかね、家族にさえも言えなかったわけですよ。でもこのね、自分の身近にいる人たちの協力を仰いで、私が爪を噛んだら注意してもらうとか、今日は噛まなかったよっていうのを報告できるような、そういう協力してくれる人たちに相談するのもありかなと思います。かなりハードルは高いけどね、これ本当に自分のコンプレックスを人に打ち明けるって結構ね、勇気がいることと言いますか、いざ自分がまだそのコンプレックスを抱えたまんま悩みのど真ん中にいる時に人に打ち明けるのってね、相当勇気がいることやし、私はねそれを周りに言ってなんか拒否られへんかなとか、なんかそれを周りに言ったとして受け入れてもらえるのかなとかっていうのがすごいあって言えなかったんやけど、まあでもね、ここでコンプレックスを打ち明けて拒否るような友達はそこまでやったんやなって思うけどね、もう今なんかでもさ、悩みを抱えてる時ってさ、すんごい視野が狭くなっちゃうやんか。今思ったらあの時ああしとけばよかったなとかさ、悩みが解決してからやったらポンポン案が浮かんでくるのに、やっぱり悩んでる時はね、もうなんかこうそこしか見えないというかね、フォーカスがその悩みっていうところに当たってるから、他のことが考えれなくなっちゃったりするから、そこでちょっとね、こうちょっとなんていうの、幽体離脱して第三者の目線からこう物事を俯瞰できるような能力を身につけたいよね。そうなったらね、悩みもスムーズに解決するんかなとは思うけど、なかなか難しいやんそれって。話してる？私今大丈夫？関連性あった？これというわけでですね、最後の締めに入っていきましょうか。完全に克服しましたってわけじゃないけど、爪を噛む癖をやめて約2年半経って、それでもまあちょっと噛んでしまう時が3ヶ月に1回とか来ちゃったりするけど、おしゃれを楽しめるようなネイルができるようになったと、ずっとやりたかったネイルが塗れるようになりました。よかった。本当に一生この悩みをね抱えて生きていくのかと思ってたから、当時私は。でも何がきっかけで本当に克服できるようになるかわからないし、なんかね、コンプレックスを抱えてる子たちは少しでもね、なんかこう第一歩を踏み出せるように、この動画がちょっとでもみんなのこう第一歩をね、こうコンプレックスを克服の半歩でもいい、少しでもこう前を向くきっかけになればいいなと思います。自分のコンプレックスに打ち勝ってやろうみんな。はい、というわけで本日は私の悩んでたっていうね、コンプレックスのお話でした。ちょっとみんなもほんまに一緒にね頑張って克服していこうね。本当にね、もう自分の体とかのねコンプレックスはたくさんありますんで、でも胸が本当に小さいとかさ、もう背中ニキビがあるんよ私。背中ニキビもほんまに嫌とかさ、髪の毛も宿毛矯正を当てないといけないくらいのくせ毛とかさ、まだまだ私のねこの3つのコンプレックスは克服できてないものなんですけれども、ちょっとまたこういうののねお話もしていけたらなと思います。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、Twitter と Instagram のフォローもお待ちしております。それじゃあみんなバイバーイ。